何十年経っても飽きのこないデザイン、使い勝手とメンテナンスの良さを考えた機能的なデザインのバランスを最も大切に考えています。こんにちは、シンクの山田です。今回は岐阜県郡上市にある明野高原リゾート内に立つ別荘、高須の家をご紹介します。この場所は標高900メートルで、冬場はとても雪が多い地域になります。周辺にはスキー場、ゴルフ場、キャンプ場、温泉施設などがあり、自然が豊かな場所でありながら、高須インターから車で5分とアクセスが良好です。この場所は地震や水害などの自然災害の危険も少なく、夏はエアコンがいらないくらい涼しいので、避暑地としても2拠点生活に適した立地となります。高須の家の敷地面積は2000坪あり、高低差のある広大な敷地の中央には小川も流れています。この敷地内で一番高く眺めの良い場所を選んで建物を配置しました。僕が建築を考えるときにとても大切にしていることの一つとして、住宅や別荘は個人の所有だからと好き勝手自由にデザインしていいわけではなく、街の景観や雰囲気を作る社会的な責任もあると思っています。威圧感や不快感を感じる佇まいにならないよう、建主だけでなく周辺の方々にも愛される建築にしたいなと思っています。建物の規模は延べ床面積75坪、250平米の木造2階建てになります。平面プランは変形したコの字型となっており、見る角度によって形が変わり、全体を把握できないことで大きな建物ボリュームによる威圧感が出ないようにしました。周囲に広がる絶景もどの部屋からも同じ眺めだと飽きてしまうので、 LDK、寝室、浴室など各部屋から切り取る景色を変えながら、コース料理のように流れやリズムを作り、全体を通してバランスが取れるよう平面プランを考えました。ずっとステーキだと飽きてしまいますから、建築も料理に通ずるものがあるなと思っています。外観についてです。この形は豪雪地ならではの理由があり、三角の屋根は自然に雪が落ちる雪下ろしがいらない角度になっています。雪で埋もれないよう基礎を1メートル以上上げなくてはいけなかったり、軒土は雪が落ちるときに壊れるためにつけられないのですが、その代わりに軒先をシャープにしています。外壁が斜めになっているのは、雨だれによる汚れや雪から外壁を保護するためになっています。決して奇をてらってこのような外観になっているわけではなく、すべてに機能的な意味があり、この場所とこの気候だから生まれた形なのです。アプローチについてです。玄関までのアプローチは長く、軒も深く、雪が降り込まないよう杉板堅く打ち放しの壁を作りました。基礎を1メートル上げている分、地面から塀を立ち上げるとかなり高くなり、圧迫感があるので構造を工夫して浮いた形状としています。長いアプローチの先を90度曲げて変化を作り、真正面に玄関ドアを見せないことで内部への期待感を膨らませます。玄関ドアを開けると正面がガラスになっており、明るく抜けのある玄関ホールとなっています。 LDK は最も大切な場所なので、北面の大開口で絶景を取り込んでいます。天井を高く、屋根勾配に合わせた勾配天井としました。とても明るく、広く、開放的な空間となっています。軒の深いテラスと床をフラットにつなげ、LDK が外までつながることで、より奥行きを感じられるようになっています。多少の雨でも濡れることのない半外部空間は、自然を感じることができる第二のリビングとなり、とても気持ちがいい場所になります。雨の日でも照明をつけなくてもいい明るい空間が好きですが、
そのためにはガラス面をどれだけ作れるかが大切です。あまり方角を気にせず、周辺の建物や視線を感じない、抜けの良い方向にできるだけ大きな窓を作るのがいいですが、直射日光が入りすぎると眩しいですし、床材や家具を傷め、夏は室内が暑くなってしまうので、窓のサイズと軒の出によって日の入り方をコントロールしなくてはいけません。高気密高断熱の住宅もいいですが、窓を開けて風通しの良い住宅というものはやはり気持ちがいいものです。風は曲がらないので、まっすぐに風が抜けるように南北に窓を設けています。やはり窓の設計で8割ぐらい決まってしまうのです。インテリアには白を使わず、落ち着いた色合いでまとめました。ザラッとした質感の漆喰をパターンが出ないようにコテで塗り、ハンドメイドタイルがアクセントになっています。チークのフローリング、ブラックウォールナットの家具にアクセントにブラックを入れることで空間が引き締まります。白6、黄 3.5、黒 0.5 くらいの色合いが僕がベストだと思う黄金比です。できるだけ使う素材や色は少なく、3色までにするとシンプルな空間が作れます。キッチンはオリジナルデザインのオーダーキッチンです。オーダーにするメリットとしては、好きな設備機器が使用でき、他の家具と面材が揃えられるので、インテリアに統一感が生まれます。間取りを考えるときに特に大切なのは家事動線です。一歩でも短くしたいですし、行き止まりのない回遊動線がとても効率的です。それから使い勝手を損なわない位置で冷蔵庫や洗濯機などを隠すと生活感をなくすことができます。キッチンからパントリー、ランドリー、洗面脱衣、そしてキッチンへと廊下を作らずに通り抜けられる流れるような家事動線としました。浴室はダークな色調の中に白く丸い浴槽を据え、ゆったりと落ち着いたスペースとしました。床とフラットに浴槽を設置することで、床から天井までの窓とすることができ、浴槽に入った時に絶景の没入感が得られます。袖壁を作ることで塀で囲うことなく、周辺の建物を感じさせないようになっています。次はプライベートゾーンです。明るく開放的なリビングからプライベートな寝室へ向かう間にライブラリーを設けました。広々とした空間だけでなく、明るさを抑えたコンパクトな空間もリラックスするためには必要な空間だと思っています。明るい暗い、高い低い、広い狭いなどのメリハリや動線の折れ曲がり、くびれ、段差などの変化を作ることでより豊かな空間が生まれます。寝室と主寝室はプライベートなテラスにつながります。隣家が気にならないよう腰壁を高くし、壁を外に倒すことで圧迫感をなくしています。座ったり寝転ぶことで隣家が消え、軒先と腰壁で切り取られた絶景を楽しむことができます。プライベートなトイレは寝室の近くにあるのが理想です。収納は宙に浮かせることで少しでも広がりを感じられるようにしました。ガレージについてです。豪雪地では雪が落ちてこない屋根の妻側からのアプローチが基本です。2台分のガレージの奥を一段下げてシミュレーションゴルフのスペースを設けました。外出できない時のアクティビティも大切です。ガレージからはシューズクロークを通って雨に濡れずに内部へアクセスできます。2階部分は三角の屋根によってできる大きな小屋裏を使ってガレージ上部にゲストルームと書斎を設けました。玄関からプライベートとゲストのゾーンを分けることでお互いのプライバシーが保てます。オリジナルのサンドペイントは光が当たることで味わいのある雰囲気が出ます。外構についてです。
敷地の上段と下段に遊歩道を設けました。上段は建物形状のコの字型を意識しつつ、眺めたい景色に向かって僕が心の赴くままに歩いた跡が道となりました。下段には小川が流れ、テラスから見下ろす位置にこの近くで採れた自然石を使って池を設けました。敷地勾配に合わせて水深が深くなっていき、常にきれいな水を保っています。3カ所から落ちる水の流れと音は癒しを与えながらそのまま小川に流れ落ちます。塀を作らない開かれた外構は夜はライトアップされ、近隣の方にも喜んでいただける公園のような場所になっています。設備についてです。電気の引き込み、電話、テレビ、ネットの配線、道路の電線などはすべて地中を埋設しています。給湯器などの設備機器も床下に設置し、エアコンの室外機も目立たない位置にしました。室内のエアコンはダクトで配管し、吹き出し口だけとなっています。リモコン類もすべて収納内に配置し、建物のノイズとなる設備関係は徹底的に取り除いています。何十年経っても飽きのこないデザイン、使い勝手とメンテナンスの良さを考えた機能的なデザインのバランスを最も大切に考えています。